I steal your sweatshirts. You keep me laughing till we're crying and our sides hurt. Call you at midnight, I know you're still up, watching TV and spilling tea until the sun's up. You're one of a kind, one of a kind, and I'm glad you're mine. 皆さんこんにちは。手帳の時間です。今日は私の部屋で一番大好きな場所へ皆さんをご案内します。大きく3つに分けて文房具収納をサクッと見ていきましょう。まずは毎日使っているワゴンの中身からです。ここは手帳を書くときに一番最初に手を伸ばす場所。このエリアは4人の子供たちと一緒に使っています。いろんなペンがあると想像力が膨らむようです。ある程度同じ種類でまとめたいと思いつつ、いつの間にかバラバラになっています。続いて2段目。ここは試したり迷ったりしながら書くことを楽しむためのエリアです。定期的に中身を入れ替えるので、移動とお掃除がしやすいように100均のハンドル付き収納ボックスにまとめています。同じ収納ボックスでまとめてライブで開封するための新しい文房具もここに少しだけ置いています。キャンドルが入るくらいの余りのスペースはその時の気分で入れ替えます。3段目には無印のキャリーボックスに今月の相棒セットをまとめています。その月によく使うシールやスタンプ、ペン、付箋などを入れておくことが多いです。その隣、無印の透明ケースに入っているのはよく使うカラフルなペンたち。もうすぐ春だなぁと思ったら春カラーがすぐに見つかります。移動しやすくお掃除しやすいワゴンの中身をご紹介しました。ちなみにワゴンの側面は磁石がつくのでちょっとした収納にもよく使っています。普段は何も吊り下げず、使う時だけ吊り下げるものもあります。例えばケースごと楽しみたいマスキングテープとか、インテリアのようですごく可愛いです。迷子になりやすいものや小さいものは100円ショップで見つけた丸い缶ケースにまとめました。文房具それぞれに戻る場所があるとすっきり整って見えるし、とっても使いやすいです。子供たちが中身を入れ替えたりすることもあり、綺麗に整っている日ばかりではないのですが、それも含めて好きな景色になっています。では続いて棚の中身を見ていきましょう。IKEA のカラックスは7年くらい愛用しています。まずは左上から。いろんなサイズやフォーマットの手帳。実はここ先ほどご紹介したワゴンの2段目とつながっています。無印のアクリル仕切りスタンドに立てているので、取り出したり戻したりが簡単です。このようにお掃除しやすいところも気に入っています。その下の段、
まだ形になっていないアイデアを残す場所としてリングノートをよく使っています。レターセットも日頃よく使うアイテムです。中身が入っていない手帳バッグもここに静かに置いています。使いかけのシールをまとめたもの。何もかもパンパンに詰め込まず、少し余白を残すことを意識しています。空いている場所があると新しいものも自然に迎えられるし、整えやすいです。次は引き出し。ここには主にメモ帳やテンプレート、長めの付箋を収納しています。奥のスペースには名刺サイズの小さなカード、子供たちがお絵かきで使うこともあって、ケースごと渡したりもします。手帳テンプレートは手帳にリズムをつけたいときや整った線を描きたいときによく使っています。上から取り出しやすいように仕切りケースで角度を調整しました。ここはなんとなく種類別に分けてまとめています。こちらも奥のスペースには小さいカードの予備を保管しています。他の場所と同じように100均のケースにまとめて定期的にお掃除するのが好きです。棚の中が綺麗だと購入した時と同じ気持ちで気持ちよく文房具が使えます。下の段にはドロップシールや100均のシールをまとめています。シール交換が流行る前に買ったものばかり。眺めるだけで癒されます。気軽に使える100均のシールは少し手を加えて形を変えるのが好きです。色から連想してキャラクターにしてみたり、季節のアイコンにしてみたり、同じシールでも少し工夫するだけで全く違う表情になるのがすごく楽しいです。空きスペースにはミニシール帳の予備があります。次は引き出しの下を見てみましょう。無印のケースを組み合わせて今は種類ごとに居場所を作っていますが、その時の量やときめきに合わせてケースを入れ替えたり向きを変えたりします。今の全体像はこんな感じです。透明ケースも移動やお掃除がしやすいので長年愛用している収納グッズです。以前はこちらにマスキングテープを収納していました。扉の内側には子供の落書きもありますが、なぜか消えないので、もうアートの一つになっています。右の引き出し。ここには付箋やメモパッド、フレークシール、なんとなく幅が同じようなものを収納しています。
よく使うスペースなので入れ替わりもあり、なんとなくわかればいいかと思っています。下の引き出しにはランダムにシールを収納しています。以前はテーマごと、サイズごと、季節ごとに分けていました。でも今はぐっちゃぐちゃになっています。ここにあるシールは最初にご紹介したワゴンとつながっていて、月に一度今月の相棒セットを選ぶときにこの引き出しをゆっくり眺めます。下の棚にはよく使うマスキングテープを収納。自由に組み合わせができる収納グッズがとっても使いやすいです。このケースごとワゴンに置くこともあるのでサイズ感が気に入って今はこれを使っています。シールやマスキングテープのように入れ替わりがあるものはある程度取り出しやすくなっていればよくて、綺麗に並んでいなくても全然問題ありません。次はその横の手帳バッグです。気分によって使い分けています。パカッと開くとそのまま手帳時間が始まるので、準備をしなくてもいいところがすごく気に入っています。自分の小さな手帳スペースがそのまま動く感覚。さっと移動できるのも嬉しいところです。使わない時の定位置はこの場所です。次は左のオープンスペース。背の高いものをファイルケースに入れています。4人の子供たちのものもファイルに入れて、必要ないものはどんどん処分しているので、ここから増えることはありません。でも油断するとすぐに増えてしまいます。下の段には画材を立てて収納しています。66色の色彩を詰め込んだ画材セット。正直あんまり使えていません。やりたい気持ちはあるのに、つい後回しになってしまうことが多くて、しばらくここに置いたままになっています。すぐに使わなくても、やりたい気持ちが消えていないことが少し嬉しくなることもあります。たくさんカラーがあるので、贅沢に使ってみたいです。画材セットの横にはラベルライター。その横には電球の予備があります。画材セットで隠して完成です。最後は上のスペース。IKEA のミニチェストも7年前に購入しました。全体像はこちらです。子供たちと一緒に使っているクラフトパンチ。取り出したり戻したりスムーズにできるように余白を持たせました。こちらは少し整理が必要なストックたちです。
年末に大掃除をしたらペンの返し印がたくさん出てきて驚きました。よく使うものをこのスペースにザザッと入れています。こちらは小さいクラフトパンチのスペースです。大きいものと小さいものを分けて収納しています。クリップ類は使う頻度が高くて、いつもこのスペースはスカスカです。でも戻すとちょっと窮屈そう。一つは何もないスペース。最後のスペースはミニフォトプリンターやラベルライターがあります。すぐに取り出せる場所にあるとすごく便利で、手帳タイムにも使えますし、子供たちのあれこれにも使っています。そしてリフィルは必ず一つはストックしています。最初は使いにくいなぁと思っていたミニチェストですが、今は毎日のように使っているので、買ってよかったアイテムになりました。なぜ一つだけ何もないスペースがあるかというと、移動やお掃除をしやすくするためです。ミニチェストの上にはカレンダーとかスタンプなど細かいものを置いています。一つ一つ移動させるのは手間なので、この何もないスペースに入れます。朝の手帳タイムや夜の手帳タイムを心地よくしてくれる可愛いライトもお気に入りです。インテリアにも馴染む可愛いメモパッド。その他子供たちが取り出しやすいように見える飾る収納をここに配置しています。100均の便利グッズを使うのも大好きで、ペンケースの横にちょこんとつけてマステとか、あとはデコラッシュとかを置いています。ここには毎日一番手に取る手帳たちを並べています。ワゴンに乗せて移動することもありますが、やっぱりこの場所に戻ってくるとほっとします。朝の静かな時間や夜の少し疲れた時間もまずはここから始まります。手帳の使い方は朝のルーティンや夜の動画でもゆっくりお話ししています。もし見ていてこの時は何を書いているんだろう、どんな順番なんだろうと気になったことがあったらそっとコメントで教えてください。毎日使っているものの中にはオリジナルで作ったものもあります。インテリアにそっと馴染んで目に入るたびに心がほっこりと温かくなるように、机に置いてあるだけで少し気持ちが和らぐように、そんな思いで作りました。お揃いで使いながら一緒に手帳時間を楽しめたらとっても嬉しいです。このスペースは見るたびにまた書こうかなと思える場所。特別なことをしなくてもノートを開くだけで少し気持ちが整っていく。今日は何を書こうかなとぼんやり考える時間も私にとっては大切な時間です。うまく書ける日もあれば何も思い浮かばない日もありますが、それでもこの場所に戻ってくると不思議と安心します。朝露のメロディーの箱の中には少し形が不思議で収納に迷いやすいものを入れています。蓋を開けるとマスキングテープが並んでいて、箱を開けるたびに小さな宝箱みたいでちょっとワクワクします。パッケージごと好きなマスキングテープ。朝露のメロディーの箱にそっと入れて、普段はインテリアとして楽しんでいます。
後ろのアートは最近 IKEA で購入しました。せっかく画材もあるし、中身を自分で描いて飾ってみようと思ったんですが、まだ描けていません。デスクにちょこんと移動させやすいペンケース。必要な時に必要な場所へ。この軽やかさが私の手帳時間をいつもスムーズにしてくれます。色が優しく並んでいるのを見ると気持ちがふわっと落ち着きます。これが私の一番大好きな場所です。今回はリクエストありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。